のんちゃん、金子でございます。ということで、今日なんですけども、もうね、気温も暑くなってきたんで、無性に白身魚の刺身が食べたいんだよな。ほんで、変王寺に連絡したらね、渡さんたちがくれました。で、変王寺が今預かってくれてるみたいなんで、取りに行きたいと思います。今日は、どんな魚くれたんだろう。それじゃ、行ってきます。よし、到着。今日変王寺こっちにいるみたいですからね。お、来ましたよ。ありますよ。あります？あります。ちゃんとね、あなたのやつ用意してあるんで、ここに。うわー、ありがとう。白身セット。マジか。うん。当てていい？当てていいよ。ちょっと待って、一匹今からんだろう。そう思って一個入れといた仕掛けを作っといたんだよ。しないでしょ。正解。今これうまいんだよね。6月はね、最高。ね、最高だよね。最ちょっとこれ一回置いといて。高。やっぱりね、そこ置いちゃうんだ。ちょい一回置きますこれ的。正解。正解。一等よりはいほうほう胡椒大。そこまで正解ですね。これでもね、これちょっと見して。ちょっと見せて。これ昔お前ちょっと草味じゃないかなと思うんだけど。思うでちょっと違うだちょろう。っと違うんだよな。なんですかこれ？これはね、姫草味っていうね。草味。惜しいけど。そう、これめっちゃレアだから。草味よりもレア。ヒレがさ、草味大きかったじゃん。大きかった。ビヨンと広げてあったじゃん。そうこれねえじゃん、この子だけピョンとこれだけあるの、ピョインと。でも体の形もなんか近くというかね、なんかちょっと違う。な、これだったら結構白身でさ、お刺身いろいろ作れるじゃん。草味うまなかったじゃん、あんまり。うん正直な話。正直な話正直な。な話よ。仲間だからこれも食べてみようかな。これ全部使って白身丼か刺身作ったらマトなんてめちゃめちゃ美味しいからね。美味しいよね。美味しい魚ばっかではない。他ではないな。ない。これちょっとね、俺味が気になるんで、食レポお願いします。ありがとうございます。はい、ということでね。はい。よいしょー。ただいまということで、本日の食材がこちら。いろんな魚たちっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。いただいたお魚たち。ものすごい鮮度のいいお魚いただきました。もうね、これ目を見てもらうと、どんだけ鮮度いいかわかると思います。この目を見てください、この目を。ピッカピカですね。で、種類は地鯛、マトウダイ、ゴショウダイ、糸よりダイ、ホウボウ。これが珍しい変わり種。君草味。草味とはちょっと違うんでね、変王寺久しぶりにぶっ込んできましたね。で、この魚調べたんですけど、本当にね、世界的に見ても珍しい魚なんですって。取れる数が少なすぎて、食用として出回ることはほぼないんですって。見た目は地味だけど、むっちゃレアな魚ですね。でもここら辺はね、間違いなく美味しい魚です。地鯛とかホウボウは今が時期でとても美味しいですからね。で、このマトウダイっていう魚がね、僕大好きなんですよ。で、なんでマトウダイっていうかというと、ここに黒い的みたいなマークがありますよね。これが的みたいだからマトウダイって言われるのと、馬の頭みたいな顔してるから、マトウダイみたいな感じでついたと言われてますね。そして今日いただいたのは、お魚だけじゃないんですよ。こちら、でん！アサヒスーパードライ工場出来たてのうまさ実感パック。アサヒビールさんの方からいただきました。出来たての銀色のやつと、取れたての新鮮なお魚を使って、マトウダイはね、煮付けが美味しいと思うんで、マトウダイの煮付け。で、後のお魚。これはね、盛り合わせにしましょう。白身魚のお刺身食べ比べしていきたいと思います。今日は魚種が多いので、もうサク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 っといきますよ。地鯛からいきますか。もうどんどん鱗取っていきます。水をちょっとずつ流しながら、カリ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 と。すっごい肉厚。このいい鯛ってこう尻尾のここまでね、分厚いんですよね、ここ。めちゃくちゃいい鯛です、これ。今の時期はね、この地鯛っていうお魚が美味しいんですよ。マダイとはね、ちょっと違うんですよ。どこが違うかというと、一番わかりやすいポイントは、ここ。エラ豚のここですね。ここがね、血が滲んだようになってますよね。これね、血が出てるわけじゃなくて、もともとこういう鯛なんですよ。で、あともう一個わかりやすいのが、ヒレをピンって上げた時に、このヒレの一番目がね、こう柔らかいんですよね。マダイはね、全部トゲトゲしいんですよ。はい、こんな感じ。もうこの段階でね、脂乗ってるのわかりますもんね。キラ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 ーっとしてますもんね。こういう感じでどんどん鱗取っていきます。はい、そしたら次は頭を落としていきましょう。で、今日は姿作りじゃなくて、オーソドックスに身だけをきれいに盛り付けるっていう盛り方でいきたいと思います。で、もし姿作りとか作る場合は、こうエラとかはね、抜いた方がいいんで、こうやってぐるっとやって、エラ抜いちゃった方がいいですね。で、こいつはいないんですけど、タイノエっていうね、ダンゴムシの白いバージョンみたいなやつがこの口のここにいる場合があるんで、その子ちょっとね、グロテスクな見た目してるんで、タイノエがいたら取り外した方がいいかもしれませんね。そしたら頭を落とします。お腹がすごいパンパンだけど、何食べとるんだろう。いや、食べとるじゃねえな、これ。
これは内臓脂肪だな。うわすごっ。これ養殖じゃないですからね、これ天然でこの油ですからね、間違いなく美味しいと思います、この魚は。そしたら糸よりも頭を落としちゃいます。で今日は糸よりと血鯛は湯引きでいこうかなと思います。皮ついたまま。糸よりも血鯛も皮がとても薄くて湯引きには向いてると思いますんでね。でこのホウボウ、草アジ、コショウダイ、ここは皮引きましょうか。草アジ骨柔らかいな。これ見た感じ水っぽい感じはありますね。なんか中の構造がとっても変わってます。うわなんかちょっと匂う、この魚雑草みたいな匂いがする。だから草アジっていうのかな。でこれホウボウですね。ホウボウはねこれヒレが綺麗なんですよ。これ広げるとねこんな感じ。釣れたてとか泳いでる時はもっと綺麗なんですよこれ。で本当に梅雨時期のホウボウってうまいんですよね。ほらすごい、これもわかります？これ胃袋の周りに油ついてますもんね。でホウボウはね可愛い見た目してるんですけど、背びれのところにトゲがたくさんついてるんで気をつけてくださいね。で次はコショウダイですね。このコショウダイはちょっと薄っぺらいですね。コショウダイもね安くてうまい魚なんですよね。市場とかで見かけた際はぜひ食べてほしい魚で、最後マトウダイですね。こいつはね骨がとにかく硬い。骨が硬いのとここに鋭いトゲがね無数についてるんですよね、牙みたいな。これで何回怪我したことか。でマトウダイはねこの肝臓がうまいんですよ。肝です。これを煮るとうまいんですよね。でちょっとここにね煮る前に切れ込みを入れておきます。そうすると食べる時に食べやすいのでね。ほんと皮1枚切る程度、こんなもんですね。で尻尾は邪魔なんで切っちゃいます。でバッテン入れてこれで OK ですね。はいこんな感じ。仕込みが終わりましたらサクッと煮付けだけ作っていきましょう。お鍋にお水、火にかけて、そして沸騰したらそこにマトウダイ、そしてもう肝も入れちゃう。でそこにお砂糖で甘みを入れます。はい、火が入ってきたらそこにお酒一回しで落とし蓋をかまして、で弱火でゆっくり火を入れていきます。はいこんな感じに火が入りました。そしたら火が入ったらちょっとみりん入れましょうか。お醤油も入れていきます。でこれで煮詰めていけばマトウダイの煮付けの完成。そしたらお魚おろしていきましょう。じゃあまずはこちらのタイからいきましょうか。これは楽しみですよ、どれだけ脂が乗ってるか。もうここお腹入れただけで包丁に脂がぎっとり。背中の方も入れていきます。さあどうだ。ほいせーのよっ。いいね。これカメラ越しじゃわからないと思うんですけど、ものすごく脂の乗ってるタイの身です。これの湯引きはうまいぞ。で血鯛はマダイと比べてやっぱり身が柔らかいですね。なんでおろすのがちょっと難しいかもしれません。そしたらもうこの段階で血合い骨も取っちゃいます。もうあと湯引くだけにしちゃいますね。ちょっと下身の方はね割れちゃいましたね。すごい身が柔らかい。次ホウボウいきましょうか。ホウボウはおろすのめちゃめちゃ簡単です。身もしっかりしてるし肉厚なのでね、もう出刃でもこういう薄刃の包丁でも簡単におろせます。こんな感じで、意外とこの魚皮が硬いんで湯引きもいいかもしれないんですけど、ちょっと皮が気になるかなと思います。そしたらホウボウもここに腹骨がついてますんで、腹骨はしっかり落としましょう。はい、こんな感じですね。ホウボウの三枚おろし。超レア魚ヒメクサアジ、どんな身してるんでしょうか。柔らけえな、身が柔らけえ。内臓すごい匂いがしたからな、どうなんだろう。ちょっとこれは冒険ですよ。あ、すげえ綺麗、身が。でやっぱね腹の構造がね変わってますね。こう二段構造というか、なんか変な魚。クサアジこんな体の構造だったかな。それともヒメクサアジだからこんな構造なんですかね。なんせめちゃめちゃ珍しい魚なんでね、ありがたく味わいたいと思います。で腹骨をすいちゃいます。こう入れてここで一回角度を変えて寝かすと。でここにちょっと硬い骨が入ってますね。はい、草アジの三枚おろしの完成。次はこちらじゃん、コショウダイ。コショウダイは骨がとにかく硬い。そして薄い。薄くて硬い。さばく難易度は結構高いですよこれ。腹骨も分かりますか。これすっげえ硬いんですよ。でコショウダイってね結構ね寄生虫がいるんですよね。
でアニサキスとかじゃなくて黄色い粒みたいなのがね入ってたりするんですよね。あれ何なんですかね、寄生虫なのかな。こいつには入ってないですね。で腹骨をすくと。でラストですね、糸より。これ糸よりもね高級魚ですからめちゃくちゃ美味しい魚です。で糸より鯛と、あとバケ糸よりっていう糸よりの偽物みたいなやつもいるんですよね。そいつはねお腹のラインが黄色いんですよね。偽物って言っても美味しいですからね。で腹骨をすくと。よし、この状態までなりましたら、皮を引くものは皮を引いていきましょう。まずは頬棒ですね。尻尾の方から皮を剥いでいきます。で胡椒ダイですね。で最後草味。草味はちょっと一回半分に割りましょうか。半分に割って、で背中の方だけ刺身にしますか。お腹の方はちょっと後日フライかなんかにしましょう。かなりペラペラなんでね、これ皮引いちゃうともったいない気がします。背中の方の身は分厚いですね。あれ皮薄いなこれ。でも薄いけど結構弾力はありますね。サバの皮に近いですね。そしたら糸よりと血鯛は湯引きにしていきましょう。はい、こちらさっと湯引いていきましょう。僕は湯引きはね皮目だけ湯引く派ですね。熱湯をぶっかけます。さーっと。そしたらすかさず氷水。身が煮えてしまいますんでね、氷水でさっと粗熱を落とします。で粗熱が取れたら水気を取っていきます。よし、そしたらこちらを切って盛り付けていく。まずは血鯛。身が柔らかいので縦切りで、お腹の方も一緒に切っていきます。でこの間に草味いきましょうか。草味も平切り。ちょっとお皿大きかったかなちょっと皿のチョイスミスったか。すげえ柔らかいこの魚で、大葉1枚かませましょうか。で次胡椒ダイいきましょう。胡椒ダイはちょっと身が硬いのでそぎ切りで。そしたら次糸よりいきましょうか。糸よりは半分に割って血合い骨を取ります。でそぎ切りで。ちょっとそぎ切り、ちょっと皮が破れちゃうな。でこっち側はちょっとコロッと切りましょう。コロコロっと。やっぱ糸より綺麗ですね。すごく身が綺麗で、最後頬棒ですね。頬棒はそぎ切りで。で空いてるスペースちょっと埋めていきます。まずはもみじ。ちょっと色が寂しいんでみかんも入れますか。このみかんのオレンジっていうのはね、人参のオレンジとはまた違った色合いがあって、すごくお刺身の盛り合わせに入ると綺麗です。そしたらわさび。すだちもあったんで、すだちも添えましょう。はい、これで豪華白身盛りの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちら出来上がりが、まずお刺身ですね。ちょっと冷やしたんでね、キンキンに冷えております。食べ頃です。マトウダイの煮付けですね。肝付き。これが肝ですね。これがうまいんですよね。で、今日はね、ご飯も用意しました。白米に明太子。漬物も添えました。きゅうりはね、自分で漬けてみました。浅漬けですね。トルネードきゅうり浅漬けでやりました。これ作り方はね、きゅうりに棒を刺すんですよ。今日は割り箸いきました。割り箸が一番手頃ですね。割り箸をギュッギュッと差し込んで、このお尻の方から包丁を斜めに入れて、くる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 とこう回していくと、こうトルネードになるんですよね。それで浅漬けの素でつけると。じゃあまずお刺身の食べ比べからいきますか。どれが一番美味しいかな。じゃあまず血鯛からいきますか。この血鯛の湯引き。これですよ。わさびをちょっとつけて。いただきます。うまっ。
うまいな。これ白身じゃないな。中トロとかそういうレベルの刺身ですね。油もすごいのはもちろんのこと、舌でとろけるな。とろける系の刺身ですね。うまっ。次は糸よりの湯引き、こちらです。いただきます。全然違う。糸よりは糸よりでうまいね。血大ほどの油はないんですけど、淡白でふわふわな身質って感じですね。とても味があって美味しいです。じゃあ次は皮引いたやつ、ホウボウいきましょう。ホウボウ、こちらです。わさびをつけてちょんちょんといただきます。うまい。白身としては今のところ一番好き。しっかり歯ごたえがあってね、ホウボウのこの香りがいいんですよね。臭みとは違うんですよ。このホウボウ独特の香りがあるんですよね。油も程よく乗っててとても美味しい白身ですね。これうまい。次はこちら、胡椒鯛いきましょうか。小型の胡椒鯛、これですよ。あんなちっちゃい胡椒鯛ですけど、丁寧におろしてあげればこんな綺麗な白身魚のお刺身が引けますんでね。いただきます。結構痩せてたんであんまり美味しくないかなと思ったでしょう。うまいんです。シャキシャキって感じじゃなくてプリプリって感じ。なんかエビの刺身を食べてるような、そんな白身ですね。油は確かにそこまでないものの、しっかり白身魚の美味しい味わいがあります。じゃあ最後ですね。こちらですよ。ヒメクサ味ですね。ちょっと内臓は特殊な匂いがしましたけど、身の方はどうでしょうか。楽しみです。わさびをつけて、醤油につけていただきます。変わった匂いがする。食べられなくもないんですけど、なんか変わった香りがする。ほんでびっくりするぐらい水っぽいです。これは刺身ではあんま美味しくねえな。もう水食べとるんかっていうぐらい水っぽいです。旨味も少ないな。そしたら次はきゅうり。うまっ。でご飯。うまっ。暑い時はこういうシンプルなのがいいよね。じゃあ煮付けいきましょうか。こうやって切れ込みを入れてあげるとすごく身離れがいいです。煮だれにつけていただきます。うまいな。白米と合うんですよね。ほんでやっぱこいつは煮付けだな。大正解でしたね。で意外と知られてないこのマトウダイの肝、これ激うまですからね。いただきます。フォアグラです。フォアグラ。あんまフォアグラ食ったことないですけど、むちゃくちゃ味がいいんですよね。肝が入って初めてのマトウダイの煮付けだと思います。はい、ということで今日はこちらの白身魚の盛り合わせと漬物煮付けときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。銀色の工場出来たてバージョン。こちら冒頭でも出ましたアサヒビールさんからいただきました工場出来たてうまさ実感パック。こちらね、製造から3日以内に出荷されたビールなんですよ。先月アサヒさんから銀色のやつの開発秘話を聞いたんですが、白身魚にもとっても合うということなのでめちゃくちゃ楽しみです。では開けさせていただきます。はい、こちら7対3ですね。いただきます。月末にしか飲めない出来たての銀色のやつはやっぱり格別だね。この地物の新鮮な、そして繊細な白身魚とよく合いますわ。さすが出来たての銀色のやつ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は地物の取れたての白身魚を使ってご飯作って食べてみましたけども、もう最高でしたね。刺身あり、煮付けあり、漬物あり、ご飯あり、そして銀色ありと幸せでした。それで実食の時に飲んだこちらアサヒスーパードライ工場出来たてのうまさ実感パック、そろそろおなじみになってきましたよね。こちらね、
実際飲んでみたよって方結構いらっしゃるんじゃないですか。僕もこの出来たての銀色のやつはもう毎月飲んでるんで一押しですよ。でこちらね、毎月月末の火曜日に製造して金曜日に発売する、製造から3日以内に工場から出荷されるビールです。アサヒさんの努力がすごいですよね。努力の結晶ですよ、こちら。なんで今月は6月の25日の金曜日に発売いたします。最近コロナの状況でね、なかなか外で飲めない状況ですが、逆に家でしか飲めないこちらの工場出来たてうまさ実感パックをこの機会に月末の1ヶ月頑張った自分へのご褒美として週末に楽しむのはいかがでしょうか。アサヒビールさんいつもありがとうございます。美味しいビールを。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。